皆さん、こんにちは。今日も動画を見てくれてありがとうございます。今日はなんと私のチャンネルに初めてゲストが来てくれます。その動画に移る前に皆さんにお伝えしたい情報があります。サムネイルを見てわかるように、私は今パラグアイという国に住んでいます。日本には住んでいません。これまでの動画では皆さんに私の動画をリスニングやシャドーイングの材料として使ってほしいと思っていて、パラグアイという情報はあえて出していませんでした。ですが、これからはこういったコラボ動画や自分のことを話す動画も出していきたいと思って今パラグアイに住んでいるという情報をお伝えしています。それでは今日の動画を楽しんでくれると嬉しいです。はい、皆さんこんにちは。リスニングデイリージャパニーズのよしえです。今日はなんと初めて私のチャンネルにスペシャルゲストが来てくださっています。綾野ズラーニングハブの綾野さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、綾野さんのチャンネルもうご存知の人たくさんいると思うんですが、まず最初に少しだけ自己紹介していただいてもいいですか？はい。綾野ズラーニングハブの綾野です。今日はよしえさんとコラボをすることになってとっても嬉しいです。今は2年間スペインに住んでいます。今日はたくさんスペインのこともお話できたらいいなと思っています。よろしくお願いします。ありがとうございます。ね、TikTok とかもすごいされてますよね。もう面白そうくて、なんです。もうずっとはい。見ちゃうような TikTok なので、皆さんもよかったら見てみてください。えっと、ありがとうございます。はい。今日、こうやってコラボするきっかけというかコラボするようになったのは、以前から私、綾野さんのチャンネルよく見ていて、で、ちょっと前に出されていた日本人が驚く海外の当たり前10選っていう動画がありましたよね。あれがすごい面白くて、綾野さんがスペインとか他の国に住んで、で、日本と違って驚いたことを紹介している動画なんですが、なんかそれを見て、私今パラグアイに住んでるんですけど、もう共感することがもういっぱいあって、もうこの話、綾野さんとしたら絶対楽しいと思って、今回コラボしませんかっていうふうに、メッセージさせてもらいました。そしたらもう、綾野さんすぐに、快く OK しましょうって言ってくださって、今日に、今日を迎えられたという流れです。はい。ありがとうございます。本当に今日はよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい。じゃあ、今日の、流れなんですが、さっき話したように、今日のテーマはカルチャーショックです。私がパラグアイに住んでいて、日本と違うな、びっくりしたなって思ったこと。で、野さんはスペインに住んでいて、驚いたことっていうのを、それぞれ3つずつ交代で発表していって、それについて、わーわーってお話しするような感じです。はい。じゃあ早速なんですが、綾野さんの一つ目、よろしくお願いします。はい。私がスペインに来て、一番驚いたことは、ご飯の時間です。うん、日本だと、昼ご飯の時間がだいたい12時から1時の間と思うんですけど、そうですよね。そうですよね。日本。うん、はい。なんですが、スペインだと、早くて1時。で、へ大体はえ、1時半ぐらいから昼ごへ飯が始まるところが多くて、外食するときもそうです。1時半にお店が開いえ、て、やっと行き始めます。なので、お店が混み始めるのもだいたい2時とか2時過ぎぐらいになって、やっとお客さんがたくさんお店の中にいるという状態になるんですよね。ちょっとびっくりしました。朝の、じゃあ、皆さんが活動を始める時間も遅いんですか？
というふうに聞いています。もう会社とか学校の時間にもよると思うんですけど、うん。休日はだいたい皆さん9時とか10時に起き始めて、で、それええ。から朝ごはんを食べて、それうん。で昼ご飯が1時半、2時ぐらいということなんですけど、たえだ朝え。ごはんと昼ご飯の間にブランチみたいな時間があるようで、えその時え。間でちょっと腹ごしらえをして、それからお昼ご飯という感じらしいです。あ、そうなんですね。じゃあ、日本うん、人としては、12時にお店行きたいのに、空いてないみたいな。あ、じゃあカフェとそうなか、んですよ。カフェは空カフェいてる。とか、うん。そうですね。カフェは割と早い時間に空いていることが多いと思います。はい。夜はどんな感じなんですか？夜もそれが遅くて、だいたいお店が開き始めるのが夜の8時ですね。8時。遅い。そう。日本だと6時ぐらいからはもうお店が開き始めますよね。普通ですよね、早くて、それが。はい。うん。早くても5時とかには空いてるというイメージなので、すごく遅いと思います、ここは。じゃあ、結構外食するのも大変ですね。外食しちゃうともう寝るのが遅くなっちゃって。そうなんです。なので、外食は夜は基本的には不可能ですね。今は特に子供がいるので。そうですね。はい。そうか。なんか、パラグアイの話ちょっとさせてもらうと、はい。パラグアイは朝がすっごい早いんですよ。もう、そうなんですか。学校とか仕事とかが7時に始まるのが普通で、なので、レストランも結構日本と一緒で、11時半とか12時に開くんですよ。で、夜は6時に空いてるところは少ないけど、6時半とか7時が普通ですね。うん。いいですね。そう。私、スペインに旅行しに行ったことあるんですけど、確かにどこも有名なレストランとか、もう観光地のレストランとかも8時に開くって言われて、行けないじゃんってなったりしましたね。なるほど。そうなんですうよ。ん。なので、スペインへの観光客の人たちはそれで困っている人が多いんじゃないかなと思うんですけど、うん。もうスペインの文化として今でも遅い時間っていうのが う残っているん。みたいです。そ面もそも白い。昼にシエスタといってお昼寝をする時間が昔からあったみたいで、その名うん。残もあって、夜も遅くなって、で、寝るのも遅いっていう習慣になっているようです。なるほど。ありがとうございます。すごい、びっくりしました。では、次、私の一つ目を紹介はい。するんですけど、服装についてです。パラグアイってすっごい暑い国なんですよね。もう、今も夏で36度とか7度になる日がすごく多いので、みんなすっごく薄手の T シャツと短いズボンとかでどこでも歩いてるんです。すごくカジュアル。で、その格好とか、タンクトップとヨガパンツ、ヨガのレギンスみたいな格好で、どこでも、ショッピングモールとか、あとはもうそこら辺の道とか、レストランとか、どこでもその格好でいても不自然じゃないんですよね。で、うん、日本ではみんなそういう服って部屋着って言って、家の中で着る服だと思うんですが、うん、だからそれがすごい楽そうでいいなって思いながら、日本人としてはあんまり肌を見せない文化なので、ちょっと恥ずかしいなと思って、まだその格好には挑戦できてないですね。スペインはそういうカジュアルな服装で外を歩くの大丈夫ですか？そうですね。うパラグん。アイほど、一年中暑いというわけではないので、割と四季があって、その四季の季節に合わせた服装をしていることが多いです。
でも夏はやっぱり今おっしゃったように、すごく肌を出しても平気というファッションうん。が多くて、薄いタンクトップと、先ほど言ったみたいな短いパンツを履いて歩いている人が多いです。なので、私もそれはなかなか勇気がなくてできていないですね。うん。あと、そっちのカジュアルな方も、こう日本人から見ると、カジュアルすぎるって思うんですが、フォーマルとかドレスアップする格好も結構日本と違うなって思うところがあって、日本人ってフォーマルな格好でも黒とかネイビーとかベージュとかそういう地味な色を選ぶことが多いと思うんですが、こっちの人はショッキングピンクとか黄色とか明るい緑とか、なんかこう元気が出るカラーを選ぶことがすごく多いのと、あとドレスの形とかも結構肌を見せたり胸元がしっかり開いてる服が多くて、なんか全然日本と違うなって思うのと、あとやっぱりいい意味であんまりこう周りからどう思われるかっていうのを気にしていないなって思うことがよくあって。というのもやっぱり日本は結婚式とかでも花嫁より目立つ格好はしないよねとか、なんか学校行事でも子供がメインだから親はちょっとおとなしめの色で行った方がいいよねとか、そういう場の雰囲気をすごく大事にする文化だと思うんですよね。でもこっちの人は自分が好きなものを着よう。似合ってればいいじゃんみたいな、こう、自由ななんか服の選び方なのかなっていうふうに思いましたね。スペインって結構お洋服のブランドも多いんですけど、そのフォーマルというかドレスアップの文化はどう思いますか？そうですね。スペインでも同じように自分が着たいものを着る、そのファッションを楽しむという方にフォーカスしていますね。なので、色も先ほど言ってたみたいにすごく明るい色が多くて、赤とか緑とか原色ですね、が多いです。さっき言ってたみたいなブランド、マンゴーとかザラとか、スペインのブランドなんでうん。すが、そのブランドショップに入ると、すごくいろんな色があってカラフルで、見ている方はすごく楽しいです。でも、着る勇気はないんですよね。ああ、わかります。わかります。なんか、やっぱり日本人って、こう、無難な色を持っていて、無難なっていうのはよく使える色っていうのを持っていて、そういう色が、こう、自分の洋服のドレッサーにあって、それを使うことが多いから、こうピンクの服を買おうとかいう勇気が湧かないんですよね。次いつ使えるのかなとか思っちゃうっていう。ね。そうね、でも私パラグアイに来てからもう毎日そうやって派手な服とかすごいカジュアルな服とかみんなが好きに服を選んでいるのを見て、なんか私もちょっと自分の生活に派手な服、元気な色の服を取り入れたいなって思うことが増えて、最近はちょっと集めてます。元気カラーを。すごい楽しいですね。いいですね。私うん。もちょっとずつそうなれたらいいなと思うので、うん。今年はちょっと赤とか買ってみようかなとあ、思います。絶対似合うと思います。はい。じゃあ、綾乃さんの2番目、お願いします。はい。じゃあ、2つ目にびっくりしたことは、スペインと日本の道路の違いです。日本は左側を車が走るんですが、スペインは右側を走ります。なので、ハンドルの位置も反対なんですね。なので、すごく最初こっちで運転した時は、運転がしづらかったです。あとは、それで運転をゆっくりゆっくりしていると、後ろから来た車にクラクションを鳴らされてしまって、すごくドキドキしてしまったのを覚えています。今でもあちこちで車がプープーと
クラクションを鳴らしていることが多くて、その度に日本と全然違っているなっていうふうに思います。本当にしょっちゅうクラクションが鳴っていて、みんなあまり、なんていうんですかね、我慢強く待てなくって押しちゃうのかなというふうに思っちゃうんですけど、なんか日本、パラグアイはどうですか？パラグアイも同じです。ハンドルも、左ハンドルだし、道路も日本と逆なので、最初来た時は本当に難しくて、結構間違えて逆走っていうかね、対向、前から来る車と当たりそうになっちゃったりとかしたことも結構ありますね。割と多分スペインと比べるとパラグアイって田舎道が多くて、こうゆっくり走っていて、前からゆっくり車が来て気づくっていうことが多いので、なんか大きな事故にはなったことはもちろんないんですけど、結構それでもププって鳴らしたりとか、あとセントロ、街の中心地の方に車で行くこともあるんですけど、もうそうするとルールがもうないみたいな感じで、もうバーってみんながあの進んで入れるところに入るみたいな。の本当に運転が乱暴なんですよね、日本と比べると。なんかしっかり自分が車の運転で自信を持って進んでいかないと、みんな逆に危ない。そんな、自信なさそうに運転してると危ないっていう意味も込めて多分プッ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 って鳴らされるのかなと思います。そうですね。今おっしゃったみたいに、同じことがスペインでもあって、みんな方向指示器、左に曲がるよ、右に曲がるよっていうランプを出さないんですよ。ええ、で、なので、急に右に来て、車と車の間に入ってきたりするので、すごく怖いことが多いです。なんか日本って多分免許を取るときにあんまりクラクションを鳴らさないようにしてくださいってうん、習うと思うんですよね。ちょっと覚えてないんですけど、それはやっぱり相手をびっくりさせるし嫌な気持ちになるからしないようにしましょうって言われるんですけど、だからすごい文化が違いますよね。そうですね。うん。こっちは気づいてもらうためにしているので、逆に自分のためにでもあって、相手のためにでもあるっていう風な感覚だと思うんですが、そこが日本とは全然違いますよね。うん、なんか捉え方が違って面うん。白い違いだなと思いました。では次は私の2番目なんですが、WhatsApp っていうアプリ、スペインでも使われますか？はい。WhatsApp がメインです。メインですよね。パラグアイでも多分南米すべての国で WhatsApp っていうアプリが通話もメッセージも使われているんですが、私が驚いたのはこの WhatsApp が本当にすべての施設で使えるっていうことです。例えば病院に行くときも先生とのやり取り WhatsApp でできます。あともちろんお店とやり取りするのも、ホテルとやり取りするのも、もうすべて WhatsApp でできるので、結構便利ですよね。やっぱり電話して電話のお金がかかるとかもないし、何かしらこうメッセージでテキストで送れるので、すごく便利だなと思います。スペインも、すべてのいろんなお店で WhatsApp は使えますか？そうですね。すべてかどうかはわからないんですが、多くのお店が WhatsApp でやり取りをしていると思います。うん、日本ではほとんど、LINE が今一番使われているそういうアプリかなと思うんですが、基本的にあんまり、もちろん病院とか学校とか、そういう公共の施設では LINE でのやり取りはできないですよね。多分電話になりますね。メールとか電話。で、だからそれがすごく便利だなと思った反面、もう一つ、その WhatsApp にある機能で、ボイスメッセージってありますよね。
こっちはボイスメッセージがすごく多くて、こっちがテキストで質問してるのに、ボイスメッセージで返ってくることが多いんですよね。で、私、今、パラグアイに住んで1年ちょっとなんですけど、来たばっかりの時もだし、今もボイスメッセージで来ると、こそれを、それが何を言ってるのかを聞き取るのに結構大変なんですよね。お願いだからテキストで送ったらテキストで返してって思うんですけど、やっぱもうみんなそれが普通だからやっちゃいますね。綾野さんの周りでもそうですか？あの、私の周りはきっと私がスペイン語を喋れないっていうことを知っているので、あえてボイスメッセージを送らないんだと思います。ああ、助かる。私も言おうかな。はい。先にスペイン語じゃなくて、スペイン語あんまり喋れないからテキストで送ってって言えばいいのかもしれないですけど、もうみんなもう何も考えずに送ってくるので、まあそれもね、勉強になって、リスニングの勉強と思いながら頑張って聞いてます。素晴らしい。はい。では、綾野さんの3つ目お願いします。はい。私が3つ目にスペインに来て驚いたことは、女性のヘアスタイルです。スペインの若い女性なんですが、結構ロングヘアで前髪がないというヘアスタイルが多いんですよね。ほとんど短い髪とか前髪を作っている人っていうのを見たことがありません。子供の学校でもないですし、道を歩いててもないですね。なので、大体同じヘアスタイルの人が多いというイメージがあります。日本だと割とショートヘアの人もいれば、長い人ももちろんいますし、あとは前髪が短い人も結構たくさんいるので、すごく大きな違いだなと感じましたね。うん。っていうのも、うん。スペインに来てすぐ、私、ショートヘアでスペインに来たんですね。で、周りにショートヘアの女性が全然いなくて、私だけ髪短くて、ちょっと緊張したというか、どう思われているんだろうって思ったことがあります。それこそどう思われているんだろうっていうのが、すごく日本人らしい考え方だなと思うんですけど。本当に同じことが私にも起きていて、私もショートカットでパラグアイに来たんですよ。でも本当にいないですよね。みんいなないです。髪伸ばしていて、前髪も伸ばしていて、なんか、だから、もう前髪がこう、まあ、前髪もあったんですよ、しかも私。前髪もあってショートカットだから、まあみんなもちろんそれが変だよとか、そういうことは全く言わないんですけど、でもなんか浮いてるなーって周りと違う私ってすごく思いましたね。なんか、うん、子供の頃からやっぱりもうみんな前髪伸ばしてますよね。そうですね。学校の娘たちのお友達もみんな髪長くて伸ばしているので、そこから違いますね。子供の時からそうですね。うん、うん、さっき若い人はっておっしゃったんですけど、そのご年配の人はどうですか？そうですね。街を歩いていると、ご年配の女性の方は結構髪短くセットしている方が多いですね。うん、確かに。私も髪を短い若い人は見たことないけど、髪が短いおばあちゃんなら見たことがある気がしますね。うん、うん。なんか面白い、不思議ですよね。髪不思が、議です。年を取ったら切ってもいいみたいなルールがあるんですかね。うん。うちょっとそうん、いうなんか情そう。報を持ってる人がいたらコメントで教えてほしい。はい、ぜひ教えてほしいです。はい。じゃあ最後に私の3番目なんですが、パラグアイの電化製品についてなんですけど、パラグアイで電化製品とか、まあそういうちょっとした機械みたいなものを買うと、買った後に試してから家に持って帰ってねっていう、なんか、
テストする場所みたいなのがあるんですよ。それは、お金を払ったら、そこの場所に行ってねって言われて、例えば、私がパラグアイに来て一番最初に買った懐中電灯。懐中電灯って日本で買ったらもちろん買ってすぐに家に持って帰ると思うんですけど、試してから持って帰ってねって言われて、最初どういうことって思ったんですけど、結構パラグアイって買ったものが最初から壊れてるってことが多いみたいで、だからもうそのテストする場所にはいっぱい人が並んでるんですよ。で、みんな、例えばパソコンとかテレビとかそういう大きな家電はもちろん、小さな懐中電灯とか体重計とか、そういうものも結構試すことが多いです。そういうの日本ではないですよね。もうみんな当たり前に買ってレジでお金払ったら家に持って帰るっていうことが普通だと思うんですけど、スペインはありますか、そういう試す場所。スペインでは見たことないですね。家の近くに大きなデパートがあって、そこに家電製品を売っているコーナーもあるんですが、そこにそういった試す場所っていうのはないですね。うーん、そう、なんうん。か私一回イヤホンを買ったことがあって、で、イヤホンってもう買ったらちゃんとパッケージに入っている状態なので、まあ当然まあ見た感じ大丈夫そうだし、もういちいちテストするのも時間がかかるからと思って、家に持って帰って開けたんですよ。そしたら開けた瞬間にイヤホンの先のところがボロって壊れてみたいな。さっきまで大丈夫そうだったじゃんと思ったんですけど、すぐ壊れちゃって、ああ、そういうことかと、プロバールってスペイン語でテストするっていう意味なんですけど、プロバールしてねって言われるのはそういうことかと思って、まあ、返品とか交換とかもちゃんとできるので、まあ、持って行って交換してもらって、じゃあ次はテストして帰りますねって言ってテストして帰った思い出があります。うわあ、大変ですね。うん、結構大変です。みんなやっぱりテストしたい。大変なの。帰ってから返品交換したくないので、テストするんですよ。だからその列に並んでテストしてっていうのが結構買い物の時は大変かなと思いますね。うん、驚きました。はい。じゃあ、3つずつ紹介したところで、じゃあ最後に日本恋しいなって思う瞬間について、綾野さんにお聞きしてもいいですか？そうですね。一番恋しいなと思うのは、コンビニですね。コンビニ、コわかンビニ、ります。はい。コンビニっていつでも、どこでも、あるので、パッと寄ってお腹空いた時におやつを買ったり、お弁当を買ったりすることができるのがすごく便利だと思いますね。うーん。あとは、そんなに高いわけでもないので、手軽に買えますし、あとは種類もたくさんあるので、行ってみるだけでも楽しいなと思うんですよね。なので、日本に行ったら真っ先にコンビニに行くんですが、それがこっちにもあったらなーっていうことがすごく多いですね。わかります。なんかコンビニがあったら食事もできるし、お菓子も食べれるし、ね、コーヒーも飲めるし、なんかもう一つでいいから欲しいって思いますよね。わかります。そうなんですよ。うん、私もコンビニちょっと考えました。何が一番恋しいかなって思って。まあ、いっぱいあるんですけどいっぱいあるんですけど、その中でもネットショッピングがすごく早くて安定してるじゃないですか、日本って。だから、あの、例えばアマゾンで今日頼んだら明日届くとか、朝頼んだら夕方届くとか、結構
まあ、普通ですよね、日本では。うん。それがパラグアイは、アマゾンで注文すると2週間かかるんですよ。大体のものが。基本的に海を越えてくるので。そう。なので、こっちに来てから、もうネットショッピング全くしなくなりましたね。うん。基本的に買いに行った方が、探しに行った方が早いので、今はそうしてますね。うん。でもやっぱりネットで探すと、すごく時間の節約にもなるし、やっぱこう、探すってすごく大変なことなので、どこに何があるかわからない街に来て、全部探すっていうのが、すごく大変だなと思いました。うん。はい。ちなみに はい。Amazon に関してなんですけど、ラッキーなことにスペインの Amazon はすごく充実していて、えー、私が住んでいるのがマドリードなんですけど、マドリードは特に早くて、その日に注文したら、その日のうちに商品がえー、届くことが多いです。すごい。なので、私たちはすごくラッキーだなと思いますね。あ、便利じゃあ、です。オンラインショッピングが便利ですね。じゃあ結構アマゾンでお買い物をするのが普通っていう感じですか？そうですね。私はもう基本的にお洋服とか、あと、ちょっとした小物、例えばキャンドルを最近 う Amazon で買っん。たんですけど、電気 LED の充電式のキャンドルが注文した次の日にはもう届きました。そうなんですね。はい。いいですね。じゃあ、アマゾンに関しては、あんまり日本と大きな違いを感じるうん、ことはないっていうことですね。そうですね。ああ、羨ましい。うん。なんか今は私は、こう自分でいろんなものを探して、スペイン語を勉強する機会を得てるんだって、もう思う、ポジティブに考えることにしています。はい。では、今日は、綾乃さんと一緒にカルチャーショックについて、話しました。これからこの後、綾乃さんの方のチャンネルのビデオも撮りたいと思いますので、ぜひそちらも見てください。この動画がいいねと思った方は、高評価とチャンネル登録、そして動画への感想もどんどんコメントしてください。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。